皆さん、こんにちは。Welcome back to Sales Japanese Podcast. This is episode 6. 今回のエピソードでは、私がアジア人としてヨーロッパに住む中で感じる、もしくは感じたことのあるインセキュリティについてお話しします。まず最初になぜインセキュリティを英語で言っているかというと、これを完全に正しく表せる日本語の言葉がないからです。もちろん文脈によって様々な和訳ができますが、どれも少しニュアンスが異なります。例えばインセキュリティに近い日本語を挙げると不安感ですが、これはアンクサイティに近いです。また劣等感ならインフェリオリティコンプレックス、自信のなさだと lack of confidence に対応します。ただインセキュリティという言葉は非常に繊細で複雑な感情を表すので、誤解や混乱を避けるためにも今回のポッドキャストのエピソードではインセキュリティをそのまま英語で使わせてもらいます。では今回のトピックはかなり個人的な話で、19歳で私が初めてヨーロッパに住み始めた時だったら、こんなに人前でオープンに話せるようなことではなかったですが、人種の違いから生まれるインセキュリティなんてそもそもその存在自体を想像したことがなかった人とか、もしくは似たような経験をしたけど、全く異なる感情を抱いたっていう人もいるかと思いますが、人種でも性別でも文化でも背景が大きく異なる人がどんな経験をしてどんなことを感じてどんな悩みを持っているかっていうのはその当事者に聞かないとなかなか知ることができないですよね。なので、今回のエピソードでは私が、どんなインセキュリティを感じたことがあるのか、またそれがどういうふうに変わってきたのかをお話ししますが、賛成とか反対とかいうよりかは、こんなことを感じてる人もいるんだとか、そんな感情が存在したんだっていうふうに、面白いなくらいの軽い気持ちで聞いていただけたらいいです。では先ほども少し言ったように私は19歳の時に、ドイツに1年間住んで、帰国して2年後今度はフリーランサーとしてスペインに住み始めて今はスペインで3年目です。6年前に初めてアジア人としてヨーロッパの中でも中心的な先進国に住み始めた時はかなり強いインセキュリティを感じていました。当時は特に見た目に関するインセキュリティが強かったです。でもこれは経験から生まれたものではなく、むしろ日本にいた時に学んだ偏見とかから来たものでした。でむしろ経験を重ねるにつれてそのインセキュリティはどんどん減っていったんですけれども、というのも日本では他の国ではどうか知らないですけれども、日本では白人の体とか顔の特徴を美しいとする考えが強いんですね。例えば日本で人気な整形は目を大きくするとか鼻を高くする、もしくは顔を小さくするとか、整形じゃなくても日常的に日焼け止めとかをたくさん塗って、もちろん健康上の理由もありますけれども、ただ単に肌を白く保ちたいからという理由でそうする人もすごく多くて、であとは白人の長い足とか小さな顔を羨ましがる人がとても多いです。で逆に東アジア人に特徴的な細長い目とか、あとはイエローベースの肌とかをあまり美しくないものと見る、傾向が強いですね。で私はそういう日本人の中でもかなり、白人の見た目に憧れを持っていたので、ドイツに行く前にもなるべく肌を白く保つように海に行っても上着を着ていたり、髪の毛を金髪に染めてみたりしていたんですけれども、でドイツに初めて行った時、アジア人で足が短いから目が小さいから顔が黄色っぽいからだからバカにされると本気で信じていました。なので初めて例えば目を褒められた時は本当にびっくりしました。ただこういう見た目に関するインセキュリティに関しては、ヨーロッパに住み続けて
そもそも何を美しいとするのかっていうのは人によって全然違うし、人種と美が全く関係ないっていう人もいますし、あとはやっぱり自分自身が年を取るにつれてあまり見た目を気にしなくなってきたというか、見た目と自分の価値を結びつけて考えなくなってきたので、自然に、そういうネガティブな感情は一切なくなりました。逆に当時はそんなに強く感じていなかったけど、今考えると今の私により強く影響しているなと思うインセキュリティがあって、それは知識とか経験に関するインセキュリティです。例えば言語一つとっても留学生、特にヨーロッパ人の留学生の中では英語と、母語とそれ以外にももう一つ全部で3言語ぐらい話せるっていう人は結構普通にいたので、当時英語ですらものすごい苦労していた私には、子供の時からそういう多言語とか多文化の中で育った人をすごく羨ましいなと思う、感情があったり、他に簡単な例を挙げると、例えば歌とか芸能人とか、に関する知識の量です。例えばクラブに行って典型的なポップミュージックを流すような場所で、周りの子はだいたいよく流れる定番ソングっていうのを知っていてみんな歌えるけれども、当時の私はどれも知らなかったし、例えば芸能人のニュースとかの話をしていても、上がった名前、芸能人の名前が全然わからないっていうこともよくありました。今考えるとかなりどうでもいいことですが、当時私は友達グループの中で一人だけのアジア人だったので、みんながよく話す話題とかで、いつもわからない知らないことが多くて、そうすると無知な頭が悪い子なんだって思われるのがすごく怖くて、当時はパーティーヒットソングスとかいうプレイリストを聞いたり、なるべくヨーロッパで、書かれたニュースとかを見るようにしていました。で、今はそういう単純な知識とか経験は別に私が人として不足しているものではなく、ただ単に、そういうのを知る機会がこれまでなかっただけで、今から知ろうと思えばいくらでも自分で学べるので、そういうインセキュリティは、感じなくなりました。で、もちろん当時こういうインセキュリティを感じていたのは誰かに意地悪をされたからとかではなく、ただ単に私が精神的に幼かっただけですが、やっぱりその知識や経験が少ない頭が悪いアジア人と思われるかもしれないっていう恐怖は、その時から結構今でも、心の奥底に根付いているのかなと思うことが結構あります。そもそもアジア人の女の子イコール弱いとか経験が少ないっていうふうに偏見を持っている人っていうのは自分で気づかなくても結構いるんじゃないかなって私の体験から、感じることがあります。人種の混じった友達グループの中で、誰がトラックを運転できそうですかって言って最初にアジア人の女の子を指す人は少ないと思うし、もし例えばキャンプをして、火の起こし方とかテントの立て方がわからなかったら、あのアジア人の女の子はよく知ってそうだな、聞いてみよう、強そうだな、できそうだなっていうふうに思う人はそんなに多くないかなと思います。なので私自身のトラウマとか社会で、よく見られる偏見も合わせて今は歌とか芸能人とかは気にしませんが、政治や社会問題とか歴史に関する知識が欠けている時とか、あとはいろんなことに関して私ができないと決め込んで話してくる人がいると、悔しいなっていうふうに思うことがよくあります。いつも私が自分に聞かせているのは、そういう西洋の、文化や言語に関する知識が少ないのはもちろんそこでただ単に私が生まれ育たなかったっていうだけで、私が知っているアジアに関すること、私が知っている日本に関することを知らないっていう人はたくさんいるので、むしろ日本で育ったのに西洋のことをある程度は知っている、例えばクリスマスっていう文化を知っていたり、フランス語の響きが分かったり、テイラー・スウィフトの曲を聴いたことがあるっていうのは、その知識の広さを誇りに思っていいことだ
っていうふうに、自分に言い聞かせています。では以上が、アジア人としてヨーロッパに住む上で私が感じるインセキュリティについてのお話でした。予想以上にすごく緊張して、なぜかというとすごく繊細なトピックですので、こう変な言い方、間違った言い方をしたくなかったし、自分の、感情を伝えるのは大変ですので、ちゃんと伝わったらいいなと思います。で、あくまでもこれは私自身の個人的な話でしたが、インセキュリティの感じ方は人によって全然違くて、こう全くそんなことを考えたこともないっていう人もいるかもしれませんが、こうそこで自分には関係ないからと無視するのではなく、自分と異なる背景を持った人が、どんな感じ方をしていてどんな経験をしているのかっていうのに少しでも興味を持てる人が増えたら、もっと他人に親切になれる人が増えるのかなと願っています。では最後まで聞いてくれてありがとうございました。また次回のエピソードでお会いしましょう。